起きたらまず日中過ごす用の服に着替えます。
こから詳しく解説していきます。まず全体はこんな感じのカレンダー形式で、その日ごとのページの中身はこんな風になっています。やりたいことという文章テキストがあって、午前中と午後に分けてタスクを振り分けています。その下には何かメモとかその日の出来事とかをちょっと書いておくこともあります。ノーションではこんな風にスラッシュを押すといろんな項目が選べるようになっているので、そこからトゥードゥーリストの項目を出しています。終わったタスクにはチェックを入れていきます。例えばある日の私のトゥードゥーリストはこんな感じ。結構タスクがある日の内容です。作り方を説明していきます。まず何もないページ、新規ページを一つ作ってください。そこにやりたいことでもいいし、トゥードゥーリストとか自分が分かりやすい好きな名前をつけてください。アイコンも自分の好きなもので大丈夫です。私はリボンの絵文字に設定しています。後ろのカバー画像はあってもなくてもいいんですけど、このギャラリーっていうところから選ぶこともできるし、何か自分で好きな画像をダウンロードして設定することもできます。私は Pinterest から好きなものを探してこちらに設定しています。その無地の色で自分の好きなものがなかったので、 Pinterest からちょうどいい色味のものを探しました。今回はこれで一旦設定します。そしてこの下のところにカレンダーのリストを作ります。カレンダービューという項目があるので、それを押すとこんな風に一気にカレンダーが出来上がります。そしてどこかの日にちのところを選ぶとプラスボタンが出てくるので、そのプラスボタンでまた新規ページを作ってください。ここにその日のトゥードゥーリストとかメモを書いていきます。例えば2月10日月曜日で、このアイコンは何でもよくて、でも私は普通に元気に過ごせるときはこのお花マークにしています。そして元気がない時とかはこの寝てるマークにして、この日はちょっと体調悪かったなっていうのを後から見て分かるようにしたり、 Vlog 撮った時はこんな映画のマークにしてます。アイコンを見るだけでその日どんな感じだったかなっていうのが分かるので、自分の好きな絵文字を設定してください。編み物したい日は編み物の絵文字とかでもいいと思います。私はいつも通りお花マークにします。そして今日の体調とか何か出来事を上の方に、例えば今日はジムに行ったとか、そういうちょっとしたこととかも書いておくと後から役に立ったりします。ピラティス行ってきた、打ち合わせがあったとか何でも書いておきます。その下にやりたいこと、トゥードゥーリストなどと書いて、こちらを選択すると見出しの大きさが選べます。私は見出しの3に設定しています。これもご自身の好きな大きさ、すいません、見出しの2に設定してました。好きな大きさにしてください。そして午前と午後にタスクを分けてメリハリをつけます。例えば午前中には私はちょっと軽めのタスクを最初にやったりとか、重要度の高いもの、韓国語の勉強は絶対したいなと思ったら午前中の一番最初に書いておくとか、そういうふうに午前中に絶対やりたいことを振り分けるようにしてます。私は逆に午後はちょっとぼーっとしてくる時が多いので、打ち合わせを入れて人と話してシャキッとしたり、そんなに重要度の高くない後回しにしても大丈夫そうなタスクを入れたりしています。でさっきお伝えした方法で To-Do リストのこのマークを使って書いていきます。あとは私の家の場合は11時から12時頃に部屋に日が入るので、その時に自然光で撮影をしたくて撮影するという予定を入れたりもします。午後も同じようにタスクを書いていきます。午前と午後に分けるとタスクが
バーッと並んでいるのが分割されるので、そういう心理的な負担も減るような気がします。そして下の方にはさっきもお伝えしたように To-do には入れないけど覚えておきたいこと、例えば明日これをやろうとか、後でこれを調べようとか、少しメモしておきたい時もノーションに書いておけば、ノートパソコンでも iPad でもスマホでもどこからでも確認できるので便利です。こんな風にノーションだけで完結させてしまう日もあるのですが、私のおすすめはメモパッドも使うことです。常にこのノーションの画面を開いておけない時とか、よりタスクに集中したい時に自分で時間割を決める方法というのを考えつきました。こちらはある日の私のリアルなメモパッドの内容なのですが、こんな風に時間を決めてタスクを振り分けています。イメージとしては学校の時間割のような感じで、だいたい30分とか1時間とか、自分がこれぐらいの時間がいいかなって思った時間でこんな風にタスクを振り分けます。で、思ったより時間がかかるタスクがあったりとか、早く終わったら時間をずらしたり、その日自分が何をどれぐらいの時間でできたかっていうのが分かるようになるので、私はこのやり方結構気に入っています。ノーションの方に戻ると、さっき説明したこの方法のいいところっていうのは、次の日に終わらなかったタスクを持ち越したい時とかにこのままコピーして貼り付けができるということです。アナログのメモパッドアナログで自分の手で書いてっていうのだと、昨日終わらなかったタスクをもう一度書く必要があるのですが、こんな風にコピーしてペーストすれば前日の内容をそのまま持ち越すことができます。終わったタスクは消していって、終わらなかったチェックの入っていないものだけ残します。タスクの漏れもなくなるし、同じことを何回も書く必要がなくなるので楽です。そしてこの前日の残ったタスクを残しつつ、新たなタスクを追加していきます。前は紙でのみ管理してたのですが、こうしてデジタル上にも残しておくと、記録をいつでもどこでも見返せるし、紙のようになくしてしまう心配もないし、スマホとかその別のデバイスからも内容が確認できるので便利です。皆さんもぜひ試してみてください。韓国語の勉強をしていきます。4月にトピックの試験があるので、その勉強をします。この間ソニックの角の重クリップという商品を買いました。すごく小さいんですけど重みがあって、参考書とかがこうやって閉じないように留めておけるクリップです。シナモロールのこのクリップもお気に入りなんですけど、持って行き忘れちゃうことが外出中だと結構あって、こちらはペンケースに入るので忘れなくて助かっています。こちらもソニックのスティックルタイマーで30分設定して勉強します。今日使うペンは黒いボールペンとマイルドライナーとヘデラのペンです。一番右のペンはサラサナのクリップという本体なんですけど、サラサマークオンのインクを入れて使っています。最近のノートの中身です。わからなすぎてつらい書いてあります。こちらの本の続きを勉強していきます。
つも勉強中はパパゴというアプリかネイバー辞書をよく使います。こちらを開いておきます。はい、大丈夫です。はい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 。
がらも感じがしたので、ちょっと緊張しちゃって、慣れてきて、楽しく撮影全体を終われたら全然ないので、すごい楽しかったです。ファンの方に色気とか、そういう